こんにちは。今日はね、僕、今月まで1年間外国に住んでて、最近日本に帰ってきたんですけど、日本に帰ってきて気づいた、本当にいいところ、僕の日本の好きなところについてお話ししようと思います。日本に興味がある人とか、日本についてよく調べる人とか、その他のポッドキャスト聞く人だったら、多分今から僕が言うこと聞いたことがあるかもしれないんですけど、もう一度リマインダーみたいな感じで聞いてください。それでは早速一つ目のポイントから話していきたいんですけど、まず一つ目は、本当に綺麗ですね。僕も外国に住んだりいろいろ旅行したりしてちょっと忘れてたんですけど、日本って本当に綺麗なんですね。僕奈良に住んでるので関西国際空港っていう、空港、大阪にあるんですけど、そこから奈良に帰ってきたんですけど、その空港に着いて僕トイレに行ったんですよね。でトイレ本当に綺麗なんですね。僕、ヨーロッパとか北アメリカとかいろんなところ住んだり旅行したりしてたんですけど、その大抵空港ってどの国も綺麗なんですよね。なんかいろんな国とかいろんな文化の人が来るのに、多分掃除の人が本当に頑張ってくれてるおかげだと思うんですけど、空港って、大体どの国もめちゃくちゃ綺麗なんですけど、その関西国際空港っていうか、日本の空港やっぱレベルが違う感じがするんですよね。特にそう思ったのがトイレだったんですけど、なんかその外国というか日本じゃないところでトイレに行ったら、例えばトイレが5個あって、でその中で、2つ使えないとか、これ男だけかどうか分かんないんですけど、なんか便器にちょっと汚いものがついてたり、そういうことがあるんですよね。でそのトイレが使えない理由っていうのも、なんかいろんな人がそのガム捨てたり、なんか何かしたから壊れてると思うんですよ。でその関西国際空港のトイレは全部もちろん使えるんですよね。で汚いものもなくてガムも落ちてなくて、で本当にもう完璧なんですよね。それがね、びっくりしましたね。なんか逆カルチャーショックみたいな感じで、これから僕が言うこと全部逆カルチャーショックみたいな感じなんですけど、まず一番最初にそれに気づいて、で他にもゴミ箱、関西国際空港いろいろゴミ箱あるんですけど、その大抵なんかゴミ箱の近くってちょっと汚いじゃないですか。なんかコーヒーのなんか汚れみたいなのついてたり、なんかポテトチップスのなんていうそのかけらみたいな落ちてたり、しますよね。なんですけど、関西国際空港は、そういうこと本当になくて、それがびっくりしたっていうことですね。で2つ目がサービスが良すぎるってことですかね。これも僕1年間外国に住んでて、いろんなところを旅行したりしてまた忘れてたことなんですけど、例えば、コンビニですよね。また関西国際空港でなんか飲み物を買おうと思って、コンビニに入ったんですよ。でそのコンビニに、2人店員さんがいて、1人はレジにいて、でもう1人はなんか品出しみたいな、ことをしてたんですね。でそのレジに2人並んでたんですよ。で僕がその水を取ってその列に並んだんですよね。でこのレジに3人並んで、そのレジの人が、1人ずつなんかスキャンするみたいな感じで、僕がこの2人いて、僕が並んだ瞬間、その品出しの、店員さんがもう走って他のレジに来たんですよね。で次のお客様どうぞみたいな感じで、これ本当に僕びっくりしましたし、いい意味でびっくりしましたね。その僕が行った国ではそのレジに、5人とか10人並んでるけど、その店員さんが1人しかいないっていうか、そのレジのところに店員さんが1人しかいなくて、で他のところにもたくさん店員さんいるんですけど、
その店員さんは他の仕事してるみたいな。で僕は5分ぐらい待ってそのレジで買い物をするっていう、感じ。これが普通だと思ってたんですけど、日本に帰ってきて3人並んだだけで他の店員さんが走ってきてくれるっていうのもめっちゃびっくりしたことですね。忘れてましたね。で、他にもそのスーパーにも行ったんですよね、帰ってきてから。でそのスーパーで僕普通に歩いてたんですよね。じゃあ、店員さんが来て、で店員さんと僕がすれ違う時にいらっしゃいませって言ってくれるんですよ。で僕ちょっと、びっくりして、で2人目の店員さんと僕すれ違った時に、この人もいらっしゃいませって言ってくれるんですよ。で3人目もいらっしゃいませって。で、言わなくてもいいのになって思ったんですけど、でもよく考えるとその外国に住む前はこの「いらっしゃいませ」って当たり前だと思ってたんですけど、1年住んだ後でそれもまた忘れちゃって、こんなになんか丁寧に挨拶してくれるんだって感じで、それもびっくりしたのと、あとそのスーパーでセルフレジありますよね。なんか自分でスキャンして自分であ払って自分で買えるみたいなところで、僕いつもそれ使うんですよね。あまり店員さんと話したくないので。でそのスキャンが終わって払い終わって、で帰るじゃないですか。で帰る時にその店員さんが本当に「ありがとうございました」ってなんか3秒ぐらいお辞儀して、で僕が帰るまでちゃんと僕の姿を見てくれてたんですよね。でこれは僕奈良のスーパーに入ったので、多分奈良のスーパーそんなに忙しくないからできたっていう理由もあるかもしれないんですけど、これもちょっとそんなに、これも僕そんなに頑張らなくていいですよって思いながら帰りましたね。でもう一つそのレストランにも行って、でそのレストランで箸がなかったんですよね。で箸がないのでちょっと食べられなくて、で店員さんに「ちょっとすいません、箸ないんですけど」って言ったら、店員さんが5秒ぐらいお辞儀して「本当に申し訳ございません」って言って、でもめちゃくちゃ速く走って箸を取りに行ってくれて、で僕に渡す時も本当に申し訳ございませんでしたって謝ってくれたんですよ。でこういうこと、僕がポーランドに住んでるところでも、あったんですけど、その箸がないとかスプーンがない、その時、5分ぐらい待って、その店員さんがそのスプーンか箸を持ってきて、で何も言わずにテーブルに置くっていうことがあったので、そのちょっとやりすぎっていうか、店員さんとかウェイトレスさんにとってちょっと、ストレスになってないかなって心配なんですけど、やっぱりこれ僕の日本の好きなところですね。うん。で、次が安いってことですね。レストランに行ったってさっきちょっと話したんですけど、これも奈良のレストランだから安かったっていう理由もあるかもしれないんですけど、多分写真があったら写真貼っておくんですけど、この写真僕撮ってなくて、妹とちょっとレストランに行った時があって、その妹が撮った写真なんですけど、このうどんとか天ぷらとかこれ全部で、800円だったんですね。アメリカのドルだと、5ドルぐらいですかね。もちろんこの800円っていうのが、高いっていう人もいると思いますけど、でもその僕が、ヨーロッパとか、北アメリカに住んでる時にこの800円でこんなクオリティの食べ物が食べられる場所がなかったので、それもびっくりしましたね。でこのセットプラスお茶とか水も無料飲み放題っていうところでした。でこれについては奈良に来てください。なんか東京とか京都とか、多分これより高いと思うんですよね。大阪もですけど、奈良本当にいい場所なんで、来てください。もちろん食べ物美味しいし、綺麗だし、自然もたくさんあって、鹿も可愛いんで来てください。でこのエピソードでは最後のポイントなんですけど、静かっ
ってことですね。これも人によると思うし、ちょっとプレッシャーがあるっていう人もいるかもしれないんですけど、僕は好きなんですね。有名なのはやっぱり電車の中ですかね。僕が今まで行った国でもちろん電車たくさん乗ったんですけど、そのやっぱり音楽聴きながら、電車乗ってる人とか、そういう人大体そのヒップホップとか聴いてる人が多かったんですけど、別にその悪い意味じゃないんですけど、で他にもその電車の中で電話したり、友達と話したり、別に話すことはいいと思うし、僕も電車で友達と一緒に話すことあるんですけど、やっぱりボリュームには気をつけるんですよね。あまりうるさくならないように、できるだけその近くで話すとかするんですけど、他の国、僕が行ったことある国に比べて、日本の電車は静かだったってことですね。でその他にもタクシーですね。僕帰ってきてからちょっとタクシーにも乗ったんですけど、タクシーも本当に静かで、運転手とも、話したい人は話せるし、話したくない人は話さなくてもいいんですよね。これはどの国でもそうだと思いますけど、例えばヨーロッパ、僕いろんな国行ったんですよ。オランダとかドイツとか、イタリア、イギリス、いろんな国行ったんですけど、そのタクシーに乗ったら音楽があるとか、ラジオを聴いてるとか、時々そのタクシーの運転手さんが、電話したり、なんか友達とか彼女に電話してるみたいな人もいたんですよね。なので僕はそれに慣れてたんですけど、で日本に帰ってきてタクシーに乗ったら音楽もないしラジオも聞いてないんですよね。なので自分の好きな音楽、イヤホンで聴けたり、タクシーで寝たい時も、静かなんで寝やすいんですよね。なのでこれが僕が日本に帰ってきてから、今まで感じた僕が日本大好きって思う理由ですね。多分このよく聞くこととかもあったと思うんですけど、また何か意見があったらぜひコメントをよろしくお願いします。そんな感じで今日は僕が日本から帰ってきて改めて気づいた日本の好きなことでした。今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。